ミルトンチャンネルです。今日はレノジーのサブバッテリーシステムを使って三浦半島で2泊3日の釣り車中泊をやってきました。その行った先がこちら。今回は船釣りで釣れた高級魚を車内で美味しく調理できてめっちゃ楽しかったです。今回は出かける前に水道代わりに使ってるダイソーのポリタンクを改良します。このダイソーのウォータージャグなんですが、こうすると水が流れてくるんですけども、この水の流れる部分が止めるか蛇口を開けるかしか2つしか選択肢がないので、新しくこの蛇口を購入してみました。機能はステンレス、腐食や水垢なし、シルバー、新品という風になってます。内容物はステンレスの蛇口本体、シリコンのパッキン2つ、そしてステンレスのオーリングみたいなものが2つついています。この蛇口を仕込むためにダイソーのポリタンクを分解してみます。分解はとても簡単で工具もいらず、この部分を手で押さえて外すことができました。シリコンはこんな感じになってますので、そのまま使っても良さそうですね。これ特に水漏れ等も起こさなかったので、そのまま使っても使えそうではあります。ステンレスのオーリングを仕込んでからシリコンのオーリングを仕込みました。これでこのままここに入れてみたいと思います。内側からさらにシリコンのパッキンを入れて、ステンレスのオーリングをかませます。そして最後にこのリングナットで締めていきます。とりあえず手で締めただけなんですけど、こんな感じにしてみました。これで水が漏れてこなければ使えると思います。この蛇口で水の量を微調整できれば使いやすいウォータージャグになると思います。今回は釣れた魚を車内で焼き魚にしたいので電気オーブンも持参します。1200ワットの山善のトースターを使って車中泊したいと思います。釣りの集合は朝早いので三浦半島に前乗りすることにしました。今回私が伺ったのは神奈川県立立石駐車場。ここはトイレも完備されていて、夏以外の期間は無料で車を止められます。はい、時刻は23時35分。海の見える海岸にやってきてます。今ちょっと真っ暗で全く見えないんですけど、外は海です。ビデオではうまく撮影できないのですが、肉眼で見える景色はこんな感じです。で、明日は朝から釣りに行くんですけれども、食材もスーパーで買ってきて入れてあるんですけども、この5チュールの冷蔵庫はバッテリー内蔵でこのままでも冷蔵できるのですが、今回はこのバッテリーは使わずにレノジーのサブバッテリー2台とこのインバーターを使ってここから電源を今取っています。今バッテリーの残量が 99.38% と 98.98% で 0.19 アンペアと 0.4 アンペアなんで、ほとんどワット数を食ってないような感じになっています。これが冷蔵庫がまた稼働しだすとアンペア数がどんどん減っていくんですけども、とりあえずは今は冷蔵庫が止まっているような状態で完全に冷やされているような状態になっています。今そして冷蔵庫の温度がちょうど5度ですね。で、明日は半日船の上にいることになるので、明日のお昼の分も食材を買ってます。で、こんな感じでいろんなものを買っているんですけども、冷やしたまま船の上に持っていこうと思っています。で、明日の朝かなり早いので、今日はもう本当軽く食事を終えたいと思います。愛知県産のミニトマト、これクレアっていうやつらしいんですけど、こんな感じでフルーツ感覚で食べれる甘いミニトマトらしいんで、これを買ってみました。それと、ビールの代わりに炭酸水を飲みます。で、今日はこの蛇口もアップデートさせたので、これも使ってみたいと思います。ちょっと家で使ってみた感じかなり良かったので、密かにちょっと期待してます。ちょっと水を出してみると、このようにちょろちょろからジャーっとまで微調整できるようになってるので、ここがすごく気に入りました。これだと水の出しすぎが防げるのでかなり良さそうです。
大根もっと辛いかなと思ったんですけど、辛くなくていい感じです。うまくて美味しいです。ちょっとだけなんですけど、リンゴみたいな風味がします。トマトとリンゴを掛け合わせたような感じのフルーティーさです。黄色い色のが一番フルーティーで好きな味です。ちょっと車内が肌寒かったので、FF ヒーターを今回しました。すごくあったかい空気が出るようになりました。現在1時43分、5分ほど FF ヒーターを回しただけで車内の温度が 19.5 度まで上がりました。やっぱり FF ヒーターは最強ですね。本当に温まるのも早いし、とても快適です。7時13分、寝る前に FF ヒーターを消したので、車内の気温は 13.9 度まで減っています。寒いので FF ヒーターをつけます。ちなみに今外の景色はこんな感じになっています。本当は晴れてたら富士山がちょうど目の前あたりに見えるはずなんですけど、曇ってて見えないですね。今日は初めて見つけたザバスの 20g 高タンパク入りのプロテインを飲みます。カフェラテ味なんでちょっと珍しいですね。初めて見ました。花粉症つらいっす。ちょっと薄味のカフェラテみたいな感じですね。味は美味しいです。7時44分、20分程度FF ヒーターを回しただけですが、車の中の気温は 20.5 度まで上がりました。バッテリーの残量は 95.74 と 92.15 なので、まだまだ全然使えます。FF ヒーターと冷蔵庫を動かしているだけなので、ほとんど電気も食っていません。本当は晴れてればこの辺りに富士山が見えるはずです。今向かっている空き家のマリーナは昨年10月にも一度来たことがあって、スタッフの方に覚えていただいてました。先生よく覚えてますね。すごいありがとうございます。おはようございます。大丈夫です。ありがとうございます。冷蔵庫はそのまま持っていくので、インバーターの電源を切ってソーラーパネルでどのぐらい充電できるかわかんないんですけど、ソーラーパネルで充電しておきたいと思います。で、多分この冷蔵庫内蔵のバッテリーだけでおそらく釣りの間全然冷蔵庫稼働すると思うんですけど、これごと持っていきます。で、私かなり船酔いするタイプなんですけども、このアネロンという酔い止めの薬を必ず船に乗る前には飲むようにしてます。かなり強烈な薬なので、ほとんどの方の船酔いが改善するようです。と思ってこの薬を飲んでいたのですが、この後まさかの船酔いをしてしまいます。本来はこのアネロンを出港の 1,2 時間前には飲んだ方がいいようなのですが、今回私は出港の直前に飲んでしまって、薬が効き始める前に船酔いしてしまいました。電動リールをお借りし、200メートルほどの中深海を狙っています。餌はサバの短冊の崖です。このような仕掛けで釣るのですが、下を向いて撮影していると完全に船酔いしてしまいました。1投目で魚が釣れ、気持ち的にはめっちゃ嬉しいのですが、船酔いがひどくて電動リールで任せるだけになっています。お、すごい。1投目ですね。なんだ、
赤い魚体が見えました。もしかしたらノドグロかもしれません。綺麗。カサゴですか。あ、本当ですか。すごっ。おお。よいしょ。よいしょ。ユメカサゴという深海に住む魚で美味しいそうです。25、6センチですかね、多分。釣れてめっちゃ嬉しいのですが、船酔いでテンションが上がっていません。おお、でかっ。なんすか。カサゴです。でかっ。めちゃくちゃでかいですね。それは重たいわ。30センチ超えてます。でけえカサゴ。でかっ。すごっ。船長さんが釣ったのはシロムツというハタ系の高級魚。刺身や炙り焼きにしてもとても美味しい魚だそうです。動画だけは引いてますよね。バレた。バレました。ちっちゃいんでこれ逃がします。時刻は12時45分。3時間半ほどバッテリーだけで冷蔵庫を動かしました。電池の残りは4つあるうちの1つだけ使ったような形になってます。このバッテリーだけで動かしてもいいんですけど、インバーターにつないでサブバッテリーで冷蔵庫を駆動させようと思います。インバーターの電源を入れます。バッテリーの消費量は奥側が 0.9 で手前側が1なので、2アンペアぐらいバッテリーを消費しています。なので24ワットほどバッテリーを消費しているような形になっています。そして片側が 95.57%、 もう片側が 91.93% になっています。時刻は14時19分。車内の気温は 15.7 度、湿度 49%。 今日釣りで伺ったマリーナの駐車場でご飯を食べることにしました。晴れていたらもっとロケーション的には最高のロケーションなんですけれども、今日は残念ながら曇っているんでこんな感じですね。今日のお昼は本当は船の上でご飯を食べようと思っていたんですけれども、江ノ島の沖が結構荒れていて、私が釣りの最中に何度も巻き餌をしてしまったので、仕方なく船のオーナーさんにお願いして早く港に帰ってきました。なので今日のお昼は手軽に食べれるものをそのまま食べたいと思います。千切りキャベツのミックスサラダに無限キャベツの素というものをこの中に入れて食べます。それとあとは柔らかチキン、サラダチキンの小袋版みたいなやつですね。これをいただきたいと思います。でこの無限キャベツの素の本来はこれ別の袋に入れて作った方がいいらしいんですけども、ゴミも増えますのでこのままこの中で割って使いたいと思います。せっかくなのでこの中に入っていた容器も使います。いただきます。このサラダチキン糖質ゼロみたいです。美味しいです。なんか食べてたら外で海面がすごくざわついています。何の魚でしょうか。なんか魚の群れがすごくたくさんいるみたいです。水面には鳥と魚でわちゃわちゃしちゃってますね。あそこにルアー投げたいです。こ
ちそうさまでした。釣りで少し疲れて眠くなったので、電気毛布を使って1時間ほど昼寝をします。 FF ヒーターは乾燥するので消すことにしました。暖房に設定1時間で設定して昼寝をします。時刻は4時43分。バッテリーの残量がそれぞれ 5% ほど減りました。電気毛布は 100W 弱使うこともあるので、そこそこ電力が減った印象です。残念ながら外は雨になってしまいました。今日も車中泊をする予定なので、とりあえず今からお風呂に行きます。この後買い物やお風呂で結構時間が経ちました。時刻は23時8分。車内の気温は 17.4 度、湿度 69%。 外は見えないんですけども、雨が降っています。そして空き家のマリーナを出た後、 85% ぐらいだったバッテリーの残量が1時間半ぐらい運転して全て 99% と 99.85% に電力が回復しました。 15% 程度だと本当に 1,2 時間で電力が回復してしまいます。このレノジーの走行充電器、こちらは 50A の走行充電器なんですが、そういった意味ではかなり優秀です。で、今日は空き家のマリーナを出た後、買い物を結構してたんで、お風呂に入る時間がかなり遅れてしまって、お風呂の空いている時間ギリギリになったので、最後髪の毛乾かせなかったんですね。今だいぶ濡れてるんですけど、なのでせっかくなので、このレノジーの 2000W のインバーターとドライヤーを使って髪の毛を乾かしたいと思います。一番強力なハイモードでやってみます。バッテリーの消費が 30A と 38A になっています。レノジーの 2000W インバーターは問題なく使えています。5分ほどドライヤーを使いましたが 98.8% と 98.35% なので、両方とも 1% ずつバッテリーの残量が減りました。このぐらいでしたらレノジーの 100A、100A 合計 200A のサブバッテリーで問題なく使えると思います。はい。で、今日は短時間ではありますが、これは白ムツというお魚、これは高級魚だそうなんですけども、夢カサゴというカサゴ、こちらは私が釣ったものです。で、こちらの高級魚は船のオーナーさんにいただいたんですけれども、この2匹の魚を車内でいかに車をなるべく汚さずに、洗い物も増やさずに料理ができるかっていうのをやってみたいと思います。そして水の量もこうやって限られてますので、こういった中で魚の料理ができるのかっていうのをちょっと私なりに考えてみて、まずダイソーで買ってきたこのまな板シートというのを、このまな板の、これもダイソーで買ったまな板なんですけども、このまな板の上に乗せてカットしていきたいと思います。今日はこの2匹を半身ずつ刺身にして、そして残りの半身はこのせっかく持ってきたこのオーブントースターで焼いてみたいと思っています。なのでこのお刺身が綺麗に作れるように、ダイソーでオールステンレスの刺身包丁も買ってきました。この2匹のお魚についてはさすがにこの鱗と内臓を取るのは難しかったので、空き家のマリーナのスタッフの方のご厚意で鱗剥ぎと内臓取りを、マリーナの方でやらせていただきました。下処理だけはマリーナでやらせていただいたんですけども、それ以外は全てこの車内で完結させたいと思います。ちょっとスペース確保のためにこれはシンクのとこに置いておきます。そしてこのまな板シート、これを使っていきます。で、このまな板シートの特徴としては、このように箱を開けるとこの部分にカッターがついていて、このカッターでこのまな板シートを好きな長さにカットして使えるそうなんで、これはちょっと便利そうですね。もともとお肉やお魚の汚れが気になる時に使うようなものなので、まさに今日のような車の中で魚の料理をしたい時に使いやすいかなと思って買ってみました。ちなみにこの製品はこの部分にカッターの刃が仕込まれていて、ピューッとやって切るようになっているようですね。結構私この製品気に入りました。で、この素材の表面は表面はツルツルしたような素材になっていて、裏面はこのようにちょっとガサガサとしている素材になっています。そして折りたたんで捨てやすそうな感じなので、使い捨てのまな板のようなイメージで使っていけばうまく使えるんじゃないかなと思ってトライしてみます。指1本ですごく簡単に切ることができました。これ楽ですね。イメージ的にはラップに近いんですけども、ラップより切れ味が鋭いんで、このような感じで綺麗に直線で切れています。いいですね。これ
そして捨てる時もこんな感じで丸めて捨てれますんで、これとても良さげです。包丁は買ってきたばっかりなので水で洗います。やらかした。裏を水浸しにしてしまいました。包丁が長すぎるんですね。でダイソーでもう一つとても良さそうなものを見つけたんですけれども、肌触りのいいキッチンペーパーソフトタイプ2枚重ね240枚入り。使い方的にはティッシュペーパーにかなり近いんですけども、素材がとても柔らかくてキッチンペーパーの手をなしているので、濡れた包丁等を拭くと、ティッシュペーパーだとちょっと紙が破れて粉がついたりすると思うんですけども、これはキッチンペーパーなんでそういうことがないようですね。手触りもすごく柔らかいのでティッシュペーパーとしても使えるし、キッチンペーパーとしても使える、結構優秀な感じがしています。これも、魚の身から出た水とかを吸い取るために買ってみました。なるべく手洗い等の手間も簡略化させたいので、ポリエチレン手袋をつけて料理をしていきます。これもダイソーで買いました。ポリエチレン製にしては結構手にフィットするので、おそらく料理しやすいと思います。でとても狭いスペースで調理をするので、もうあらかじめこの部分にはアルミホイルを敷き詰めておこうと思います。ではまずはこの夢カサゴをさばいていきます。これもお刺身にするとすごい美味しい魚だそうなので結構楽しみです。で少しドリップが出ているので水気を吸い取っておきます。はい、こんな感じで2枚におろしました。でこちらの方はお刺身にする方で、こちらは焼いて食べたいと思います。なので一旦これもドリップが出ないようにキッチンペーパーで拭き取って、血合いですとかこういった腹の皮もキッチンペーパーで拭き取ります。思ったより綺麗に下処理ができてる気がします。では一旦この中に入れてしまいます。美味しそうなのでここに飾り包丁を入れておきたいと思います。あらかじめ塩も振っておきます。そして同様にこの腹の皮もキッチンペーパーできれいに取っておきます。水で洗うよりきれいに取れますね。このようにちょっとこれ意外でした。さっと取れますね。皮を剥いだ方が美味しそうなので皮を剥ぎます。これも焼いちゃったら美味しいかもしれないですね。これも隣で焼いてしまいます。なんとか剥げました。でこの腹骨はやっぱりちょっとすいた方が美味しそうなので腹骨をすきます。でどうしても若干魚の脂ですとかつくので、このアルコール除菌ウェットティッシュで包丁を拭きます。では包丁も綺麗になったので刺身サイズにカットしていきます。一応アニサキスがいないか目視で確認しましたが、そういったものは見えなかったので大丈夫だと思います。こちらの白ムツも同様の手順でさばいていきます。すごく目が大きい魚ですね。畑系の魚だそうです。これも同様に魚から出た汁を吸い取っておきます。このキッチンペーパーいい感じですね。作業がすごくしやすいです。ティッシュのように若干柔らかいんですけども、キッチンペーパーのようにしっかりしてるんで皮を剥ぐ時にも使えそうですね。こういう腹の薄皮もキッチンペーパーで綺麗に取れますんで、これはいいですね。すごくこのキッチンペーパーで下処理していくのは結構いい作戦かもしれないですね。魚のドリップも気にならないですし、こういったところも綺麗に拭けますので結構いい作戦な気がします。そしてこの白ムツの腹骨もすいておきます。でこの部分はもう焼いてこちら側も美味しく残さず食べようと思います。でこの白ムツという魚も皮を剥いだ方が美味しいらしいので皮を剥いでお刺身にします。ちょっ
と身が崩れましたけど、素人なんでしょうがないですね。今日こちらもお刺身にしていきます。お刺身にする前に念のためアニサキスチェックをしたんですけども、こちらも大丈夫そうですね。お刺身完成しました。ちょっと切り方がやっぱり私素人なんで下手ですね。でも個人的にはすごく満足です。でこのまな板シートを使った感想なんですけども、まな板シート自体が切れるわけではないので、まな板別にいらなかったかもしれないですね。そしてこのまま折りたたんで捨てれますので、これめちゃくちゃ便利ですね。車の中で洗い物増やしたくない時にとてもいいと思います。ゴミ袋に入れれます。でジップロックでこのようにチャックしてしまえば匂いも外に広がらないので、ここもいいですね。でこの包丁もアルコールのウェットティッシュで拭いた後に水でさっと流せば、とりあえずは問題なく使えそうですね。流しました。白むつに切れ目を入れて塩を振るのを忘れてました。今からでもいいんでやっときます。で今手袋を取って手の匂いを嗅いでるんですけど、全く魚臭くなってないんで、かなりこれ嬉しいですね。だいたい魚料理するともう手がすごく魚臭くなって夜寝れないかなっていう風に思っちゃうぐらいなんですけど、この指先ぴったり外れにくいポリエチレン手袋ってやつですね。これ結構いいかもしれないです。魚臭くないです。そしてもう一個びっくりなんですけど、まな板も全く魚臭くなってないです。これやっぱりこのまな板シート結構いいかもしれないです。これなんか料理の幅が広がりそうで、ちょっと結構テンション上がります。一点だけこのダイソーのこのステンレスの刺身用の包丁、これはちょっと長すぎるので、これだけはちょっとなんか車中泊向きではないなと思ったんですけども、もし刃渡りの短い包丁で何かおすすめがあればコメント欄で教えてください。別にダイソーじゃなくても大丈夫です。はい。でこんな感じで魚を焼くセッティングはしてあるんですけども、実はなんとこのインバーターまでの電源ケーブルが短くて届かなかったので、まさかの運転席後ろで焼くことにしました。この温度調節もちょっと何度ぐらいがいいのかっていうのがわからないところがあるんで、200度ぐらいでやってみたいと思います。一応このヤマゼンのオーブントースターは 1200W なので、このレノジーの純制限派インバーターで問題なく使えると思うんですけども、バッテリーの消費量は 31.06 と 24.3。 だんだん焼けてきてはいるんですけども、まだまだ時間がかかるので、その間他の料理も作ります。押してなかったカメラ押し忘れてました。今日は空き家のマリーナのスタッフの方にこの美味しそうなわかめをいただいたので、こちらもいただきます。こちらは葉山の近くで採れたそうで、すごく美味しそうです。もう茹でてあってすぐに盛り付けたら食べられる状態みたいなんで、このままこちらのシェラカップに移して食べたいと思います。めちゃめちゃ美味しそうです。ちょっとまだ焼き物は出来上がってないんですけど、とりあえずいただきます。まずノンアルコールビールから。この下の列が夢かさごで、上の列が白むつです。いただいてみます。まず自分で釣った夢かさごいただきます。タイに似てますね。タイ系の味です。カサゴとかタイ系の味に似てます。美味しいです。続いて白むつでみます。この上の列ですね。夢かさごよりすごく柔らかいです。こっちもタイに似てるような味ですね。ちょっとあっさりめの味のお魚です。わかめもいただきます。茎が太くてめっちゃ美味しそうです。美味しい。いや今日釣り車中泊来てほんと良かったです。めちゃめちゃ美味しいです。はい、すごく美味しそうに焼けてる感じがします。これでよしとします。めちゃめちゃ美味しそうです。美味しそうやね。いい焼き加減ですね。塩もいい感じに乗ってる感じがします。美味しそうです。いただきます。夢かさごからいただきます。美味しい。
この白ムツはすごく柔らかいですね。このヒメカサゴは若干硬い感じがするんですけど、白ムツは焼いてもお刺身でもすごく柔らかいです。タイのお刺身にちょっと近いですね。こっちのヒメカサゴはお刺身でも焼いてもどっちもプリプリしてて肉がしっかりしてる感じがしますね。美味しいです。個人的にはこの白ムツの方が好きですね。ごちそうさまでした。完食しました。もうめっちゃ満足です。美味しかった。このアルミホイルで魚を焼くの結構ありですね。このまま捨てられるっていうのはかなりメリットだと思います。このトースターを使った魚の調理、意外といいですね。車の中に魚の匂いがほとんどつかないので使いやすそうです。1点だけガスの魚焼き器と比べてデメリットがあるとすれば、時間がかかるというところがデメリットだと思います。魚を2匹焼くのに約30分以上時間がかかりましたので、そういった点ではちょっといただけないかなという風な点はありますけれども、バッテリーの消費量的には 20% も電気を食っていませんので、そういった面では使いやすいのかもしれません。はい、時刻は9時38分。車内の気温は 20.9 度、湿度 80% です。こんな感じで今結露してしまっています。昨日はずっと雨が降っていたので仕方ないんですけども、バッテリーの残量は 78.06% と 75.9%、 両方とも曇り空ではあるんですが、少しソーラー発電しているのでトータルで 1.5 アンペアぐらい発電している感じです。この蛇口にして結構良かったです。2日目なんですけど、まだ歯を磨いたりするぐらいの水が残っています。やっぱり節水効果結構感じます。もう水がほとんどなくなっちゃったので補充します。2リットルのペットボトルで半分程度まで補充できます。今日はドン・キホーテで美味しそうなミルクティー味のホエープロテインと冷凍のストロベリーミックスを見つけたので買ってみました。甘い感じのミルクティーの味で美味しいです。酸っぱいけど美味しいです。ちょっと体に良さそうな味です。このホエープロテイン1杯あたり84キロカロリーで 15g のタンパク質が取れるんで結構良さげですね。美味しそうな食堂を見つけたので入ってみました。わかめのめかぶとマグロの海かけ丼をいただきます。すぐ近くに漁港を見つけたので散歩してみます。釣りもしてみました。現在ソーラーパネルで発電している充電量が26ワットになっています。そこそこという感じでしょうか。これから運転してバッテリーを充電させます。はい、ちょうど3時間ほど運転してバッテリーが 99.96% まで溜まりました。
やっぱりこのレノジーの走行充電器は速いですね。340W アベレージぐらいで充電されてましたので、めちゃくちゃ走行充電速いですね。準制限派 2000W インバーターなんですけれども、このプラスの線から伸びる線はこれ1本22スケアという太さの線が使われてまして、この太さのものが2本つながっています。そしてこの複線のものがヒューズをかましてバッテリーにつながってるんですけども、私前回の動画でこのサブバッテリーとヒューズをつなぐ線が22スケアのものを使っていたんですけども、この部分は本来は38スケアもしくはこの22スケアのこの線が2本連なった線を使わなければならないそうで、その施工から38スケアのものに変更してあります。なのでこの部分かなり太くなっています。レノジーの製品に同封されている紙の取扱説明書だと 200A のヒューズを推奨しますというふうに書いてあるんですけども、これは仕様によってはこの 200A のヒューズが先に切れてしまう可能性があるので、現在はウェブ版の取扱説明書ではこの部分のヒューズは 300A に推奨されています。私はこれ前回の動画では知らなかったので、この部分もヒューズが届き次第 300A のヒューズに交換しようと思っています。またこういったバッテリーの接続部分のこのボルトですとか、この走行充電器のこういったところのボルトですとかは、日常的にこういったサブバッテリーシステムを使われる場合はこのボルトの部分を日常点検として締めた方がいいそうです。こういったところが緩んでいることによって火災ですとか発熱発火の原因になるそうなので、もしこれからサブバッテリーシステムを組まれる方、もしくはもうすでにサブバッテリーシステムを導入されている方は、こういった接続部分の緩みがないか定期的に点検をした方がいいそうです。このレノジーのサブバッテリーの並列方法なんですけれども、このプラスの部分とマイナスの部分をつなぐ接続ケーブルは38スケアのものを使うといいそうです。で、次にこの1台の BT2 を使って2台のバッテリーのモニターをするやり方を教わりました。まずこの BT2 をこのバッテリーのアップポートと書かれているところに接続をしていきます。次に付属の LAN ケーブルをこの右隣のリンクポートに接続していきます。そしてもう一方の方のアップポートの部分に接続をしていきます。これで2台をつなぐことができるようになりました。このバッテリー自体は 100Ah、100Ah ですので2台で 200Ah。これでレノジー DC ホームのアプリをチェックしてみると、このように定格容量 200Ah でバッテリー残量 195Ah というふうに出てくるようになりました。このやり方ならバッテリーを増設しても正確にバッテリー残量を計測できるので、今後車中泊でたくさん使って詳しく検証したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。